ミヤの72分の1スケールオーバードコレクションからフォッケウルフ FW190D9 を仮組みレビューしていくのだ。 FW190D9、 いわゆるドーラですね。長い機種が特徴のフォッケウルフです。そうなのだ。いつものように仮組みでパーツの愛、モールド、全体の形状を確認していくのだ。ところでタミヤの72分の1オーバードコレクションの D9 って確か何種類かありませんでした？そこが今回ちょっと面白いポイントなのだ。タミヤの72分の1オーバードコレクションでは FW190D9 は大きく分けると2系統あるのだ。2系統ということは中身が違うんですね。まず先に出たのがオーバードコレクションナンバー26、1995年頃の発売なのだ。そちらはタミヤオリジナルではないんですよね。その通りなのだ。初期のオーバードコレクションには至れりキットをタミヤ箱で販売したものがいくつかあって、このナンバー26も至れり OEM となるのだ。つまり箱はタミヤでも中身はタミヤ純正の新金型ではないということですね。なのでタミヤの箱だからといって後年のタミヤらしいパチキタな組み心地を想像するとちょっと印象が違うかもしれないのだ。そしてその後に出たのが今回のキットですね。そうなのだ。今回仮組みするのはオーバードコレクションナンバー51なのだ。こちらは2000年頃に発売されたタミヤオリジナルの72分の1キットなのだ。同じタミヤの FW190D9 でも旧版と新版ではかなり性格が違うわけですね。まさにそうなのだ。旧版は至れり系の少し古い味わいのキット、新版はタミヤが自社で開発したよりシャープで組みやすいキットという見方ができるのだ。タミヤの72分の1オーバードコレクションってタミヤオリジナルのものは48分の1傑作機シリーズで出ていた機体を後から72分の1へスケールダウンする流れが多いですよね。そうなのだ。この D9 も48分の1傑作機シリーズでは1990年代半ばに登場していて、その後72分の1オーバードコレクションでもタミヤオリジナル版が出たという流れで見ると分かりやすいのだ。なるほど。だから今回のナンバー51はタミヤの72分の1らしい D9 として見られるわけですね。ちなみに以前このチャンネルでは長谷川の古い72分の1も取り上げたのだ。9番長谷川ですね。あちらはかなり昔のキットでした。長谷川の72分の1も古い A 体のものと後年の新しい系統があって、さらに AP 体では赤原の D9 も出ていたのだ。72分の1の D9 って意外と歴史が長いんですね。ざっくり発売時期順に見ると1970年代にはエアフィックスや長谷川の古い D 型があり、その後至れり系の D9、長谷川の新しい D9、そしてタミヤの新金型版、さらにアカデミーや最近ではハイビージーなど結構選択肢が多いのだ。では機体の方も簡単に説明しておきましょうか。 FW190D9 はドイツ空軍の主力戦闘機 FW190 シリーズの後期型なのだ。初期から中期の FW190A 型は空冷の BMW801 エンジンを搭載していたけど D9 では液冷のユモ213エンジンを搭載したのだ。そのため機種がぐっと長くなっていわゆる長い鼻のフォッケウルフになったわけですね。そうなのだ。丸っこくて力強い A 型に対して D9 はスマートで伸びやかなシルエットになっているのだ。最高速度や航空性能の改善を狙ったタイプで1944年頃から実戦に投入されたのだ。模型としても長い機種、胴体後部の延長、ラジエーター周り、足回りなど見どころが多い機体ですね。今回はそのあたりをタミヤの72分の1キットがどう表現しているのか仮組みしながら見ていくのだ。それでは早速箱を開けてパーツを見ていきましょう。タミヤ72分の1フォッケウルフ FW190D9 仮組みレビュー開始なのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは完成写真のフォッケウルフ FW190D9 なのだ。初期のオーバードコレクションは完成写真が多かったですよね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが1枚、透明パーツが1枚、ポリキャップが2個、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。第301戦闘航空団、第2飛行隊、第4中隊所属機、第4戦闘航空団本部小隊所属機となる。なるほど。部品点数は49点。1枚のランナーに収めてるのがこだわりを感じますね。ではタミヤの
72分の1スケールフォッケウルフ FW190D9 の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床とケーキパネル、操縦桿、座席となるのだ。ケーキパネルはモールド表現ね。一応デカールもついているのだ。パイロットはついてませんね。かなりディテールがあるから大丈夫かな。次はエンジンですね。エンジンといっても排気管のみで今は切り出して終了となるのだ。次はエアインテークかしら。エアインテークは2パーツ構成。今は接着して終了なのだ。そしてカウリングかしら。カウリングも2パーツ構成。カウルフラップが別パーツとなっているのだ。次はプロペラですかね。プロペラは3パーツ構成となる。プロペラが一体成形となりスピナーで挟み込む構造。プロペラは3枚プロペラとなるわけね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。貼り合わせたら排気管を取り付けるわけね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドになります。深さもあってかなりシャープなモールドです。主翼はどうでしょうか。主翼は3パーツ構成。主翼かパーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。やはりシャープなモールドです。ここで胴体に主翼を取り付けるわけね。主翼を取り付けたら機首上部とカウリングを取り付けるのだ。カウリングを取り付ける前に時空系用のポリキャップも取り付ける。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができる。キャノピー後部を後ろにスライドするわけね。そうなのだ。透明度はどうでしょうか。問題なしなのだ。次は足回りですね。まずは試脚。試脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試脚、カバーの構成ね。出来上がりはこんな感じなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けられる。次は細かい部分の取り付けね。まずは左右主翼の付け根に 20mm 機関砲をつける。左右2門ずつとなるわけね。右主翼には気筒管を取り付けて機首の右側にエアインテークを取り付けるわけね。胴体中央下部にはアンテナを取り付ける。最後に吊るし物ね。吊るし物は主翼下に増装が吊るせるのだ。300リットルの増装ね。最後に総評なのだ。今回はタミヤの72分の1スケールオーバードコレクションから FW190D9 の仮組みレビューをしたのだ。実際に仮組みしてみた感想はどうでした？オーバードコレクションの中でもタミヤオリジナル金型としては比較的初期に発売されたキットになるのかな。今となっては少し古いキットなんだけどそこはさすがタミヤという感じでパーツ点数も程よく組み立てやすくてパーツの合いも非常に良好なキットだったのだ。モールドもかなりシャープな大モールドでしたね。合わせ目処理をしたとしてもそう簡単には消えてしまいそうにないわね。そうなのだ。とはいえ多少はヤスリを当てることになると思うので気になる人は軽く彫り直しておくと安心かもしれないのだ。シルエットの印象はどうでしたか？タミヤは48分の1スケールで評価の高かった対戦機を後に172オーバードコレクションへ展開する流れがあったのだ。この FW190D9 もその流れを感じるキットで全体の形状がとても綺麗だと感じたのだ。ふむふむ。幅広のプロペラや全面ラジエーターを備えた長い機種、それに延長された胴体後部など FW190D9 らしい特徴をしっかり再現していると思ったのだ。ウェブ上での先人たちの評価はどうなんでしょうか？投稿者みたいに気軽に模型を楽しむ目線だとかなり完成度の高いキットだと思うんだけど詳しい人たちからはいくつか指摘も見られたのだ。例えばどんなところですか？圧収納部が少し浅いことや実機で見られる脚庫中央の開口部表現が簡略化されていること、それから主翼仮面の薬莢排出口周辺に交渉上の注意点があるみたいなのだ。かなり細かい部分の話ですね。そうなのだ。投稿者もそこまで詳しくないので断言はできないんだけどそういった指摘は見られたのだ。とはいえプラモデルとして見ればパーツはシャープだし大モールドも繊細で組みやすさも良好。今でも十分購入候補になるキットと言えそうですね。値段も比較的手頃だからね。ただし現在タミヤのホームページでは特別販売製品扱いになっているので
新品購入には少し注意が必要かもしれないのだ。特別販売製品というと？生産休止になっていた製品を期間限定で再生産販売する製品なのだ。通常製品と同じように模型店で購入できるんだけど、継続的に生産されるわけではないので、見かけた時が買い時かもしれないのだ。それともう一つ注意点がありましたね。そうなのだ。前にも少し触れた通り、タミヤの72分の1スケール FW190D9 は実は3種類存在するのだ。ナンバー51とナンバー78はタミヤオリジナル金型ですが、ナンバー26はイタレリ製の OEM キットなんですよね。そうなのだ。イタレリ版は古い凸モールドのキットなので、今回レビューしたものとは別物と考えた方がいいのだ。中古品などを探す場合は品番をしっかり確認した方がいいと思うのだ。このイタレリ版をいつか取り上げて企画レビューができると面白そうですね。そうなのだ。並べて比較したら結構違いが見えてきそうなのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。